はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。今回はなんかいいディレイないかなと思って探してた時に見つけたブレインワークスの BX ディレイ2500を紹介したいと思います。では、行ってみましょう。はい、では早速見ていきましょう。今回はですね、音の広がり具合を見るために一緒に、メルダプロダクションの M ステレオスコープを立ち上げています。で、ブレインワークスの BX ディレイ2500なんですが、残念なことにですね、取扱説明書がありません。ですので、今日はですね、わかる範囲と、あとは勘で喋っていきますので、間違ってたらごめんなさい。まずですね、ここにリンクスイッチがあります。で、この部分がオールリンクですね。で、それぞれリンク左右をすることができるのがこのスイッチになります。ですので、もう全部合わせたいときはここだけ押せば大丈夫です。左と右でそれぞれディレイタイムを設定することができます。で、これも、シンクボタンによって、曲のテンポに合わせたものにするか、ミリセカンドで、合わせるかということができます。で、合わせた場合ですね、左右同じテンポにした場合に、そのズレ具合ですね、をこちらで、設定することができます。で、こちらがフィードバックが返ってくる量ですね。これも設定それぞれすることができます。このパンですね。左右のパンをそれぞれ設定することができる。嬉しい機能だと思うんですよね。例えば、ショートディレイで、割と近いところに持ってきたいとかっていうことが簡単にできますし、逆に、すごく広げたいと。また片方だけ、広げてもう片方はそんなに広げないっていうようなこともできますので、これねすごく便利だと思います。なかなかねパンがそれぞれ独立してついてる、ディレイも少ないので、この機能はね僕はすごくいいと思います。そして、ハイパスフィルターですね、あとローパスフィルターがついています。で、謎のオートワウがついています。軽くかけるとワウフラッターみたいになるのかなとは思うんですが、強くかけると本当にワウがかかります。ですので、これは好みですかね。このワウに関しては使う方もいれば全く使わない方もいると思いますが、ワウがついています。で、テンポがわかんないときはタップをそれぞれ設定することができます。で、トランジェントのシェイピングまで変えれるんですね。ソフト、ミッド、ハイとモードもありまして、音の立ち上がり方が変わります。で、原因も変えられますし、そのかかる音に対してどのようにかかるかっていうスレッショルドがあります。で、後で実際鳴らしながら確認しますが、スレッショルドね、変えてあげるとディレイ音がちっちゃくなったりとかしますので、ここも後でチェックしてみましょう。そして個々のレベル設定もできますし、当然ミックスの具合ですね、もう個々にできます。ですので、これだけでもかなり、広い音作りができると思います。そして、ここにダッキング機能がついています。これ大きいですよね。ダッキング機能っていうのは、例えば、原音が鳴っている時に、ディレイ音はあまり目立ってほしくないっていう時に、原音を先にしっかり聞かせた後に、原音が衰退したところで、ディレイがかかってくるというような感じになります。その設定がここのアマウントと、リリースの具合で変えることができます。で、モジュレーションが2種類ですね。コーラスとフランジャーが選べるようになっています。これもかかり方をここで変えれますので、結構細かい設定ができますね。ディレイ音にのみ、コーラスとフランジャーがかかる形になります。そしてディストーション。これがですね、ディレイ音を歪ましたりする機能ですが、アナログディレイ的な感じとして使うこともできると思いますが、結構強烈に、歪んでくれたりします。ですので、本当に、歪ました音になります。ミックスはわかるんですが、シェイプがどのように変わるかとか、タイプ1と2でどう違うかっていうところが耳で判断するしかなくて、取説がないんですね。ですので、使ってみて好みだったらいいと思います。ヒット数が選べますので、非常に、劣化したような感じにすることもできますので、この辺も好みで使ってみると面白いかなと思います。
結構歪みます。で、こちら、ミッドサイドですね。ステレオ具合がですね、最大で 400% まで広がります。で、完全にゼロにするとモノディレイになります。ですので、いろんな広がり具合を作ることができます。で、モノメーカーですね。これは、低域などですね、あまり広がってほしくないことに対して何ヘルツは広がらないようにするかということが設定することができます。で、インプットゲイン、アウトプットゲインですね。で、LR 入れ替えるスイッチですかね、これね。だと思うんですがね。はい、ウェットソロスイッチですね。で、フィックスミックス。で、ディレイの方はですね、切れなくなった時のリセットスイッチとかですね、それぞれのバイパスボタンなどがあります。はい、という感じですね。で、今回はですね、ギターのバラードのメロディーに、かけてみましょう。で、ちょっと広がり具合とかを見てみたいと思います。それではですね、まずね、ドライの状態でこの具合を見てみましょう。ドライの状態だとこんな感じです。はい。当然、ディレイかかってませんので広がらないですよね。で、これを、そしたら、一応パンは振り切っときましょうか。振り切った状態で、ステレオのウィッズをモノから、広げていきたいと思います。で、最大で400まで広げていきますね。はい、こんな感じで広がります。じゃあ、輪をかけてみましょうか。はい、結構ワウかかりますよね。ちょっとだけかければワウフラッターみたいな感じなのかなという、テープディレイのワウフラッターみたいになるのかなとは思うんですが、こんな感じのオートワウがついてます。はい、なぜか。でですね、トランジェントですね。トランジェントが結構立ち上がりが変わると思いますので、まずはね、モードを変えてみたいと思います。はい、こんな感じになります。で、スレッショルドの値を変えると、またかかってくる具合が変わりますので、今度はスレッショルドを動かしてみますね。はい、このように変わります。で、今ずっとダッキングとディストーション入ってたんですが、ではですね、ダッキング効果もちょっと変えてみましょうか。ここのね、アウトプットのメーターを見てると、返ってくるディレイの音量なんかがわかると思います。
はい、こんな感じになりますね。ハッキングは抜いとこうかな。はい、では思いっきり分かりやすいように100でかけますね。深さもちょっと深めにかけましょうか。ではコーラスからかけてみたいと思います。はい、こんな感じですね。こんなにかけることないと思うんですが、そしたら、フランジャーもかけてみましょう。はい、こんな感じでかかります。まあ、設定次第でね、面白くなるし、コーラスなんかは結構使うと思います。では、ディストーションですね。これもかなり歪みますので、これもかけてみたいと思います。はい、こんな感じで結構歪みますよね。ちょっとしたアナログ感だったり、倍音の負荷だったら本当薄くていいと思います。はい。では、これと、ちょっと比較して、Waves の H ディレイですね。をちょっと立ち上げてみたいと思います。はい。こちらは皆さんがよく持ってると思う、Waves の H ディレイですね。じゃこちらをですね、かけた場合どうなるかっていうと、H ディレイをかけると、実は H ディレイってちょっと、音の軸がずれるんですよね。ちょっとここに注目して見ててください。はい、こんな感じで、センター軸がずれてかかるんですよね。で、広がり具合はまあこれぐらいな感じですかね。ピンポンにするともう少し広がるかな。はい。こんな感じですね。ピンポンにすると、左右の広がりはもう少し広がります。でもセンター軸は割とずれて、わざとだと思うんですが、ずらしています。で、これが、ブレインワークさんの方は、センター軸がちゃんとセンターのまま、来ますので、じゃあブレインワークスの方もう一度かけてみたいと思います。基本的に、合わせられるところはほぼ同じセッティングにしてあります。では行きます。はい。こんな感じで、ブレインワークさんの方は、しっかりセンター軸はずれずに、左右に広がるという感じになります。
はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、説明書もないので、半分勘で喋ってますので、間違ってたら申し訳ないです。駆け足でちょっと見てきたんですけれども、結構ね、使い勝手が良くて、いろんなことができるディレイじゃないかなと思います。で、他の楽器ですね、にかけた時の検証なんかは、また別の動画でやりたいと思いますので、今日はですね、バラードの、ギターのメロディーにかけた状態ということで、ご紹介しました。で、先ほどね、ご紹介した H ディレイなんかもですね、実はですね、今、こちらにダッキング機能がありますので、H ディレイの方もダッキングするように設定しています。でも、H ディレイ自体にダッキング機能はないので、どうやって、ダッキングさせるかっていうような、テクニックなんかも、また別の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしてみてください。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。